どうもブロです。今回は AW 検定の構成下向きをやっていきたいと思います。この資格の難易度はかなり高いです。JIS 資格の溶接なんて比にならないです。大ベテランの溶接工でも落ちたりします。試験代1人20から30万円もかかるし、持っていないと良い仕事も取れないし、大変な時代になりました。AW の中でも、工場、現場、交換、ロボットあるのですが、今回は工場 AW 検定のノウハウを伝授します。僕は5回連続更新できているので、ゴールドカード持っています。とはいえ、久しぶりの AW で一発勝負なので至らない点はご了承ください。この資格を取得できると建築鉄骨溶接のプロ中のプロとして認められるので、自分の株が上がります。それでは早速説明していきます。板がごつくて、組み立てがとても大変です。前田年配さんが作ってくれました。まず裏当て金をセットします。次に 32mm の板をセットします。次に 19mm の板をセットします。次に 6mm の平鉄を加工したものを挟めます。これで組み立てると 5.8mm くらいのギャップになります。ボルトを締めます。ロックを解除し、回します。再度ロックします。あとは4箇所仮付けして完了です。再度ロックを解除し、回して戻します。完成です。仮付け位置は端から 26mm 以上 60mm 以内にします。高速板の取り付けも同じ範囲です。板厚は 9mm でも 12mm でも大丈夫です。5mm くらい持って40から 50mm つければ剥がれることはないでしょう。剥がれたらおそらく失格になります。構成下向きは、この邪魔板をつけなくてはいけません。こんな感じに乗せます。本番は、邪魔板取り付けは2人1組になってできるので、面を合わせてから合図とともに、試験を受ける人が仮付けします。抜けないように 140A から 160A で仮付けします。制御法は、本電流だけの設定で行います。10mm 離しで、20mm から 25mm くらい仮付けします。あまり長くつけると取れなくなるので注意。このくらいで十分です。練習ではアングルつけて車庫マンで固定してます。この場所の仮付けは本来やりませんので気にしないでください。ウィービングの仕方は M 字に振るやり方もあります。32mm の方を重点的に溶かすやり方です。僕もいろいろ試しましたが1パス目のやり方は僕の動画の SA3F で解説しているやり方です。見てない方は確認してみてください。ノートに書いて説明してます。自分がやりやすいやり方が一番です。右利きの人は映像のように邪魔板左から始めた方が良いです。なぜかというと、邪魔板右側は右利きの人はとてもやりにくく、スカラップ付近が見えにくい中、スカラップにノズルを当て邪魔板を少し超えるように溶接するのですが、この作業をやりにくい側でやると、ワイヤー突き出し長さが長くなったり、振りすぎて、あちこちカッちゃいたり、いろんなリスクがあるからです。AW では、振りすぎてカッちゃいて掘れたり、アークよりプールが少しでも先行すると落ちると思ってやってください。かなり内部はシビアなので、
ジャマイタ部は前進法になるので特に注意。ジャマイタ部にノズルが当たったら、当てながら数回ウィービングし、奥まで突っ込みます。本電流は機械表示で 290A から 310A くらいが無難かと思います。クレーター電流は 200A くらいが僕的にやりやすいです。あまり電流が低いと最終パスのクレーターがへこみやすくなります。電流値は延長をつないでたり、突き出しが長くなったりすると下がるので、そのあたりも想定して合わせてください。それでは溶接を始めます。まず裏当て金の端部を先に埋めます。ここを先に埋める理由は、最終層の端部を垂れにくくするためです。アークをしっかり当て溶かします。ウィービング速度と振り幅をよく観察してください。端からジャマイタ部で中断するまでのアークタイムも測ってみてください。溶接速度を測れますので、カメラが非常に邪魔でさらにやりにくいです。中断するときはワイヤー突き出し長さを短くしながら、パッとやめます。あまり長くクレーター処理をしてしまうのは NG です。それを繰り返すと真ん中のクレーター部分が膨れ上がり、外観で落とされます。次に右から溶接しますが、クレーターのへこんだ部分をアークでなぞって平らにしてください。へこんだ場所を作ってしまうと、プールが流れ込み、うまく溶けず、内部に何かしらできてしまう可能性があります。X 線を真っ白にしたい方は、注意してください。反対側も左側と同じ統治角度が良いのでめちゃくちゃやりにくいですが、練習して慣れるしかないです。ちなみに僕の会社で、普段本溶接してない組み立て屋さんが AW 受けたんですが、朝から晩まで毎日1ヶ月練習して受かりました。しかも、墨肉の A 種まで、すごいです。2ヶ月練習しても受かるか微妙な資格なので、それでは溶接始めます。最初と同じ要領で裏当て金の端部から溶接します。ワイヤー突き出し長さがちょっと長すぎですね。27から28ミリくらいあるかもしれません。悪い例です。突き出しが長くなるってことは電流が下がるんで、左と右の脚長に差が出てしまいます。やりにくい場所は突き出しが長くなりやすいので、注意しましょう。クレーター部分をアークでなぞり、すぐやめます。2パス目をやる前にジェットタガネをかけてください。内部血管のリスクを軽減できます。それでは2パス目いきます。最初と同じく裏当て金端部を持ってからスタートします。ノズル清掃も忘れずに。プール形状を同じにしながらウィービングしていきます。ワイヤー突き出し長さを20から25ミリキープします。振りすぎてえぐったりしないように気をつけます。もう少し奥まで突っ込んだ方が良かったですね。理想はジャマイタから5ミリから10ミリ出るくらい。反対側も同じ要領です。ブロさん、穴開くって。本人気づかず一生懸命溶接してます。編集しながら不快です。良い子は真似しないでください。この辺りからは25ミリくらいになってますね。溶接長くやっててもこのざまです。ワイヤー突き出しは短くする意識でやらないと長くなりすぎる可能性あります。この辺りも少し長いですね。2パス目が終わったら横から見てみましょう。真ん中が高いですね。
次はこのことを頭に入れ、溶接するときに、真ん中以外は、ゆっくり肉を、溜める意識でやっていきます。スラグはジェットかけてきれいに落とします。言い忘れましたが、ノズルは細系ノズル推奨します。やりやすいですが、ノズル清掃はまめにしてください。端部を十分に持ってから進みます。3層目までは1パスで仕上げます。3パス目は広くなるだけで、2パス目とやり方は同じです。ここも、もう少し奥に突っ込んだ方が良かったです。反対側行きます。わかってます。そっとしといてください。でも動画撮って自分の癖が、はっきりわかってよかったです。こんなんでもゴールドカード取れますから、安心してください。左側の溶接を邪魔板から5ミリから10ミリ出しておくと、こっちのやりにくい場所を溶接する時の邪魔板部は、ノズルが当たったくらいで真ん中をうまくつなぐことができます。ワイヤー突き出しが長いせいで、手前側のビードが奥より少ないです。仕上げの手前までには修正しましょう。突っ込みが足りなくて、少しへこんでしまってますね。大丈夫な範囲ですが、完璧な溶接をするためには、もう少し突っ込むべきでした。僕はこの種目は5層8パスで仕上げるので、32ミリの板の方に、あまり脚長を出したくないので、トーチはなるべく起こします。このように5層7パスでやる場合は、トーチ角度をこのくらいにして32ミリの方に、足を出すやり方が良いです。最終パスをゆっくり、慎重にやりたい人は、こちらのやり方をお勧めします。ですが、溶接速度が速すぎると、脚長が少なくなりすぎるので注意です。脚長をあまり出さないようにするために、10アンペア下げます。ここのパスは早く進むことを意識します。アークはビードの際に確実に触れてください。3パス目のビードの中央部を少し超えるくらいにプールをかぶせます。反対側も同じ要領です。必ずパスごとに横から見てください。真正面から見ても分かりにくいので。5パス目は4パス目と3パス目のビード際をアークで一緒に狙います。0.5 ミリ残しくらいが理想。残しすぎるとビード際がカット気味になります。埋めすぎてしまいそうな場合は、電流を280アンペアくらいでやるか、トーチ角度を32ミリの方に少し傾けてやると多少調節可能です。あとは溶接速度を速くする意識ですね。それでもダメな場合は、1パス目からの溶接速度、電流、トーチ角度、ワイヤー、突き出し長さを見直す必要があります。最終層手前までにうまく調整できるようにしましょう。そこまでコントロールできるようになれば、合格に近づけます。32ミリの段差の残りが、残り10ミリあります。角を溶かすと失格です。溶かすのが怖い方は、次のパスを手前側から盛り、
5層7パスで仕上げてください。僕はギリギリを攻めたいド M 溶接工なので、まだ奥に一発入れます。パス間温度があまりにも高い状態で、映像くらい解先が残った状態でやると、リード際がアンダーカット気味になりやすくなるので、注意しましょう。4パス目と同様に、できるだけ早めに進みます。アークもビードの際に触れます。あまり狙いすぎると 32mm の角の残りが少なくなるので注意。映像ではギリギリな感じになってます。撮影しながらなので、パス間温度がおそらく摂氏200度切っているので、いつもより脚長が多くなってしまいました。手際よくやるタイプの人や慎重にやるタイプの人が映像と同じやり方をしても脚長に差が出ます。それだけ熱の入り方で変わるので、いろいろ試してやってみてください。僕のやり方をパス間摂氏250度くらいでやると、仕上がりの脚長 8mm くらいでできると思います。ジェットタガネをかけれるのはここまでです。最終層をジェットかけると失格です。最低限、最終層をやる前は、温度直で250度確認しましょう。ですが、解先が埋まりすぎてる場合は、7パス目はそのままやっちゃった方が良いです。なぜかというと、オーバーラップのリスクや、7パス目を多く盛りすぎると、最終パスのビードも漏らさってしまうので、角を溶かすリスクもあるからです。それでは7パス目いきます。6パス目のビード際と手前側解先をアークで狙います。邪魔板部のクレーター処理は、アークよりプールを先行させないように、アークでクレーター部分をなぞり、最終パス部分で処理すると、7パス目のクレーターを消すことができます。パス間が摂氏250度超えてる場合は、スラグハンマーでスラグを落とし冷まします。カメラが邪魔で移動させたら、ピンボケしてしまいました。本当に申し訳ないです。7パス目ビードの頂点まで、プールをかぶします。角を狙いすぎて溶かさないように、細心の注意を払います。統治角度もできるだけ立てて、溶接することで角を溶かすリスクを軽減できます。5層7パスで仕上げる方は、最終パスを始めるときに 32mm の壁側の残りを見て、統治角度を調節してください。クレーター処理は、へこまないように処理します。真ん中、ギリギリでした。出来上がりです。最終パスの左側のクレーターが少し残ってますが、このくらいは大丈夫です。クレーターのへこみは 0.5 ミリあるかないか、クレーターへこみは1ミリ超えると外観アウトです。
あとは、スラグを落とし、ワイヤーブラシで磨き、ドヤ顔で試験官に出せるように練習してください。撮影しながらだったので、熱が入らずモリモリです。脚長の計測位置は、端から 75mm です。左右の脚長差は 2mm まで。例えば左が 7mm で、右が 9.5mm だと失格。計測位置で脚長 10mm 超えると失格なので、気をつけましょう。練習では超音波の感度を上げてみてもらい、何も出なければ X 線は受かります。UT で出なくなるまで練習しましょう。UT で引っかかるのには必ず原因があります。そこを追求し、出なくなるまでやれると合格できますが、普段の溶接のクオリティもかなり上がりますので、この技術は一生ものになります。頑張ってください。次回は構成横向き投稿します。